るんだよ。今回はハムスターさんから配信開始されたばかりのゲーム、アーケードアーカイブス、レインボーアイランドを遊んでみるよ。アーケードアーカイブスはハムスターさんがいろんなアーケードゲームを忠実に再現して、任天堂スイッチや PS4 で配信しているシリーズだよ。レインボーアイランドは知ってる人もいると思うけど、1986年の僕のデビュー作、バブルボブルの続編として、1987年に登場したゲームなんだ。バブルボブルのお話の後、人間に戻った僕たちが、お父さんとお母さんから虹の魔法を教えてもらって、レインボーアイランドを旅するんだけど、姿をくらましてた真の宿敵、暗黒大魔王が村の人たちを捕らえて連れ去っちゃったんだ。みんなを助けるために、レインボーアイランドを冒険するよ。このゲームでの僕は人間の姿のバディで、泡吐きドラゴンじゃないから、泡は吐けないんだ。代わりに虹の魔法で敵を倒していくよ。この作品では BGM がアーケード版から変更になってるよ。メインテーマの一部が、ネス版やその後のプラットフォーム移植版でも使われてたレインボーアイランドのメロディーになってるんだけど、差し替えにあたって、アーケード版と同じ音源を使って、イメージに沿った編曲を元ズンタタの人がしてくれてるんだって。起動するとこんな感じ。なんと通常版のレインボーアイランドとレインボーアイランドエクストラ両方遊べるんだ。一つのゲームで2つのタイトルが遊べちゃうなんてラッキー。まずは無印の方を遊んでみるね。人間の姿のゲームだから、僕実はあんまり上手にプレイはできないんだけど、頑張ってプレイしてみたいと思うよ。操作は A ボタンでジャンプ、B ボタンで虹を出すアクション、ZR で両方出せるよ。最初の音とこのタイトル画面で、すでに懐かしいって思う人も多いんじゃないかな。クレジット入れて、スタート。7つの島を冒険していくよ。わあ、すっごくカラフルな世界。美味しそうなアイテムもたくさんある。虹はこんな風に出して登ったり、敵に当てると倒すこともできるよ。虹を使った敵の倒し方はもう一つあって、出した虹の上でジャンプや突きすると虹が崩れて、虹のかけらで虹の下や上の敵を倒せるよ。筒のアイテム取ったから足がすごく速くなった。今落ちてきた敵も虹崩しで倒しちゃおう。このダイヤを集めるといいことがあるんだ。虹を出して登りながら上を目指して進んでいくよ。ステージにある赤や黄色の星を取ると飛んでいって敵を倒せるんだ。もうハリーアップ？急がなきゃ。わあ、危ない。セーフ。あ、赤い壺。虹を連続で2個出せるようになったよ。うわー、水が迫ってきた。ハリーアップになると下から海水が迫ってきて、追いつかれると飲み込まれちゃうんだ。一番上まで到達すると、ゴール。宝箱からお宝がたくさん。嬉しい。何もないとこでも虹を出すとアイテムを発掘できるよ。さっきダイヤの話をちょっとしたけど、集めたダイヤは画面の真ん中に表示されてるよ。全部で7色あって、全部集めると、ボスステージで大きなダイヤがもらえるんだ。大きいダイヤを7個集めると、真のエンディングにつながる隠しステージに進めるようになるから、必ず集めるようにしよう。どうやってうまく集めるかというと、虹崩しやスターみたいなアイテムで敵を倒すと、ダイヤが出るんだけど、敵が落ちた場所によってダイヤの色が変わるんだ。ゲーム画面を7分割して、左から赤、オレンジ、黄色、緑、水色、青、紫のダイヤが現れるよ。どんな方法でも敵を倒すと3匹ごとにパワーアップアイテムが現れるから、ダイヤに変わるのは3回のうち2回だね。話してたら、水が、やばいやばいやばい。溺れちゃった。もたもたしてると水が迫ってくるから急がなきゃ。スカルモンスターより怖いかも。うわー。
られちゃった。ハリーアップって出るから焦っちゃった。ジャンプボタンを押しっぱなしで右を崩さずジャンプするレインボージャンプって技もあるんだけど、失敗しそうだから一歩ずつ丁寧に登っていこう。残機なくなっちゃったけどゴールイン。虹はこんな風に離れたアイテムも取れるよ。緑のダイヤは持ってるんだよな。虹2つ出せるようになった。お、青ダイヤだ。これで残りはオレンジダイヤだけだね。オレンジダイヤを出すには左の方に敵が落ちるようにうまく倒さなきゃ。ダイヤを7色集めるとワンナップにもなるから、今残機ないし、早く集めちゃいたいな。わあ、かなり落ちちゃった。ちなみにどんなに落ちてもダメージは受けないよ。足腰強いからね。ハリーアップ出たけど、上にクモンガがいて、怖い。よし、倒せたと思ったら、水が急げ急げ。間に合った。けど、まだオレンジダイヤ取れてない。頑張らなきゃ。いきなりやられちゃった。いきなり敵多くない？悔しいからコンティニューしちゃう。アーケードゲームじゃないからお小遣いやお財布の中の100円玉を心配をする必要もないしね。またやられちゃった。急に下手になっちゃったな。うまく虹で攻撃できない。また急に下手になったな。決まった色のダイヤを狙おうとすると一気に難しくなるな。ゲームオーバー。もう一回コンティニュー。ちなみに左から赤、オレンジって順番に7色揃えられると、ボスを倒した後、隠しステージに行けて隠しコマンドや強力なアイテムが手に入るんだ。でも結構難しいから自信がある人は挑戦してみてね。やっとオレンジダイヤ。取れた。ワンラップだ。ハリーアップも出たし、とりあえず早く上まで登っちゃおう。一つの島は6つのラウンドからできてるから、上まで行くとそのままボス戦だよ。インセクトアイランドのボスはスーパークモンガ。すごいジャンプ力。でも端っこは跳ね返ってうまく安全地帯になってるみたい。ここで地道に攻撃していこう。自分の出した虹が邪魔でうまく当たらない。あとちょっと。よし、倒せた。7色ダイヤを揃えたから宝箱の中から大きい赤ダイヤも出てきたよ。この大きいダイヤを7つの島でそれぞれ7色集めると隠しステージが出てきて真のエンディングにつながるんだ。ワールドごとに出てくる敵の種類や雰囲気が結構違うから、レインボーアイランドの島を冒険していくのはとっても楽しいんだ。ワールド1、クリアできたからここまでにして、エクストラもちょっと遊んでみようかな。最初の画面に戻ってきたよ。エクストラの方は、通常版のステージ構成や、ボスの攻撃や、隠しコマンドとかが変更されたバージョンなんだ。結構最初のステージから雰囲気がガラッと違うんだ。今の音で気づいた人もいるかもだけど、ラライアスの敵キャラクターと BGM のステージになってるんだ。このステージ自体は通常版の時にも出てくるんだけど、7つの大きいダイヤ全部集めた隠しステージでやっと出てくるんだ。それがエクストラだと最初のステージから遊べるようになってるんだよね。通
通常版だと難しくてなかなかそこまでたどり着けなかったって人も、エクストラだとすぐにラライアスステージの雰囲気を味わえちゃうからいいね。ちなみにボスもラライアスのあのボスが出てくるよ。最初のステージだから簡単だけど、敵の動きとかが通常版よりも難しくなってる気がするよ。後半は結構難しいから、全体的な難易度はエクストラの方が高めになってるみたい。今回両方のバージョンが収録されてるから、みんなもぜひ両方クリアしてみてね。アーケードアーカイブスレインボーアイランド。ちょっとだけプレイしてみたけどどうだったかな？昔プレイしてて懐かしいと思った人も、実はプレイしたことないって人も、改めてレインボーアイランド遊んでみてくれると嬉しいな。ちなみに明らか版では、オプションメニューのゲーム設定、こだわり設定から、ライアの落下位置のガイドを表示することができるんだ。他にもプレイしやすくなったり、便利な設定がいろいろできるから、ぜひ試してみてね。それじゃあ、またねー。